例えば一晩眠るだけで脳の機能が元に戻るとかっていうのは2100年後にはありますね。2100年の段階ではほぼ脳の問題は解決しているということです。お父さん、はい、今日はですね、先日配信しました2100年代の日本、世界について。宇宙人の話ね。はい。あれが大好評で。はい、やってまいりました。宇宙人シリーズでございます。なんとですね、あの動画にコメントがもう200件以上来てまして。すごいね。うちの動画で200件多いよ。すごいですよ。いっぱい質問来てたんですけど、ちょっと抜粋して、多かったものを聞いていきたいと思います。じゃあまず一つ目。中国や韓国、北朝鮮がなくなるとのことで詳細が知りたい。で、中国人、韓国人の方々はどうなってしまうのかっていうところですね。まあ、なくなるっていう言葉がね、僕のちょっと語弊があったというか、まあ、なくなるよねっていうような言葉の流れで言いましたが、なくなりはしないんですよ。要はその国家としてはなくなるけれども、まあ、中国人や韓国人がいなくなるってことじゃないですね。ただ、資本主義社会ってあるでしょ？僕らが今生きてる社会と、中国とか北朝鮮とか違うじゃないですか。ね。まあ、いわゆる社会主義国家、共産主義国家という、そういうのがなくなっていくっていうことです。ああ、なるほど。ただ、中国人って皆様ご存知のように、まあ、チャイナタウンって世界中にあるでしょ。で、なんでかっていうと、やっぱり僕らも沖縄だからわかるけど、血族っていうか、例えば、なんとか家、なんとか家、なんとか家はみんな仲間だよ。沖縄で言うと、ムンチュって言い方しますけども、それがやっぱり中国にもあって、やはりそういう人たちが集まってお互いに暮らしていこうっていうような街、それがチャイナタウンだったりするので、それは逆に世界中に散らばって、まあアジア中に散らばって残ると思うんですよ。なるほど。もちろん中国語もなくならないし、文化も消えはしない。ただ国家としては、今はまあ、周さんね、周さん、金ちゃん、ペイさん。まあ、頑張ってますけども、さすがにもうやはりごまかしがいかなくなってきてるので、やはり資本主義に対して、社会国家、共産主義国家が、まあ、成り立たなくなってきてるというところから、まあ、解体されていくだろうなっていうのが、まあ、2100年の考え方ですよっていうことです。まあ、中国人はいなくならないですよ。でもコリアンタウンとかもね、実際ニューヨークとかにもあコったりする。リアンタウンは、まあ、要は韓国は、まあ、もともと朝鮮半島ですよね。で、僕ら霊能者から見ると、やっぱり韓国人は、朝鮮人の中でもね、まあ、ベンチャー企業っていうか、新しい人たち、新しいパワー、マンパワーの人たちなので、コリアンタウンは新しいチャイナタウンを凌駕するぐらいの勢いで増えていくと思う。ですよね。だって K-POP がそれの象徴かなってやっぱり思いますし、韓国のドラマもね、含めて。だからなくなるってことはないですね。なるほどです。よかったね。はい。まあ、インド人はうまく仲良くしてくれるんじゃないですか。インド人って意外とね、皆さんあんま知られてませんが、結構友好的なんでね、ここにいればとかっていうふうにどんどんやっぱその領土の中で、僕は仲良くやっていくようなイメージあります。なるほど。はい。じゃあ次ですね。病気について、主に多かったのが認知症とか糖尿病、あと精神病について詳細が知りたいという声が多かったです。いわゆる認知症も一応精神病の一種とされると僕は思ってるんです。まあ医学上は多分分けられてはいますけども、まあ要はシナプスがね、繋がってる繋がってないとかっていう話になりますが、考え方のやっぱり問題で、特にその認知症っていうのはね、世の中から必要とされなくなったとかね、年齢がいくことによって私はこの社会にいていいのかとか、私なんかいなくてもとかね、もっと言ってしまえば家族の中でも、そうそう私はいらないよね、みたいな考え方になっていくと、どんどん考えていくその幅が狭くなっていくでしょ。そのことによってシナプスが切れていくっていうのは、まあいわゆる霊世界、まあいわゆるこういうスピーチャーの世界、僕らの世界では常識なんですけども、それがね、分かってくる。解明される。解明されてくる。そのことによって、ドームの中に入ってもらって、よく酸素ドームとかで、あれカプセルの中に入ってもらって、眠ることによってシナプスをつなぎ直していくっていう技術ができていくので、認知症は
早めに治っていくと思います。おー、すごい。治るんですね。認知症が。すごいね。やだ、じゃあ、私も一個心配が減った。いやだ、大丈夫でしょ、絶対。認知症じゃないでしょ。大丈夫かなってちょっと心配してたから。翔子さん、物忘れが多いから認知症とか言いますけど、若い時から。めっちゃ激しい。若い時から。俺もそうじゃん。みんなそんなもんです。みんなそんなもんです。みんなだからシナプス鍛えましょうよ。あ、鍛えられるの？繋いでいく努力をしていけば、意識してね、脳がやめちゃうだけなんですよ。無駄を省いていくのが人間の体の機能なので、使わないとどんどんやめていって、使ってる機能を強めていくじゃないですか。これは人間の体の作りなので、だから脳って考えることをやめた瞬間から繋がらなくなるんですよ。だから生活習慣になっていくのが一番良くない。習慣化していくと、どんどん新しい刺激をやめていくでしょ。で、年齢がいけばいくほど新しい方に行かなくなって、生活習慣が増えていく分だけ、シナプスが切れていくっていうことですよね。だからそこはやはり、まあ、考え方でも直していけると思うし、医学的にも、まあ、シナプスをつなぐカプセルが生まれる。いいね。楽しみ。もうあれともまた考えがなかったら切れると思うんですけど。ずっとそれに入ってることになりますもんね。あと糖尿病だよね。糖尿病。まあ現代病の一つと言われてますけども、やっぱ白糖を含めていろんな砂糖がね、まあもともと糖っていうのは人間のね、口の中に入った瞬間、お米でも何でもそうですけど、唾液と混ざってね、作られるものを人工甘味っていうのがあるでしょ。そのことがやっぱり、世界中に今、はびこって、それこそね、火薬よりも怖いって言われてますよね。要は兵器で亡くなる人よりは、砂糖で亡くなる人が多いわけだから。これ別に砂糖を批判してるわけじゃなくてね、今後やはりそういう糖尿病に関しても、いわゆるその膵臓とかね、働きとかインシュリンとかが全部解明されていって、治っていくと思うんです。ただ、やはり利権が、既得権っていうのがあるので、やっぱり肝臓関係、腎臓関係、膵臓関係っていうその内臓、5臓6腑含めてのビジネスっていうのはあるんですよ、医学のビジネスはね。それに対してのやっぱり既得権っていうのがあるので、なかなか浸透していかないです。薬ができてる。そこはだから、僕らがどのこうのいうことじゃなくて、皆さんが感じていくことなので、皆さんがそういうことに対して要求をもっとしていくとね、早まる可能性はありますが、2100年の時点では、まあ、まだまだ完全なその糖尿病を治していく薬が普及はしてない。っていうのが現実。なるほど。まだ既得権が勝ってるかなっていう感じはしますね。うつ病とか精神病について。うつ病、精神病は、まあ、これも脳の働きと言われてますよね。だから、まあ、それに関しても、ある程度またその脳をね、治していくカプセルみたいなのができていくと思いますね。全部なんかカプセル形式になっていくの？脳の動きなんですよね。全部。基本的には。なるほど、なるほど。単純にその太陽の日光を浴びることによってね、脳内物質が増えるとか、あるじゃないですか、今でもね。それは分かってるんだけども、逆にそれをもっと科学的にすることによって、まあ、今でもね、例えばビタミン D を飲むと、ちょっと元気になるよとか、精神的にあるけども、これがもうちょっとね、飲み薬じゃなくて、まあ、例えば一晩眠るだけで、脳の機能が元に戻るとかっていうのは、2100年後にはありますね。脳の機能が戻ることによって、全身が良くなりますよっていうことにはならないんだ。脳はあくまで、そうですね、まあ感情を司るところじゃないですか。あといろいろなその自分の人間の体を動かす機能ではあるし、まあ情緒とか体のいろいろな機能を動かすのはここにまた甲状腺ってありますけども、両方やっぱり密接になってますからね。そういう意味で一番最初に、まあ解明されていくというか、まあ自死する方も多いので、そのことによってね、解明されていくのがやっぱり脳の問題なので、2100年の段階ではほぼ脳の問題は解決しているということですね。病院のシステムは今と同じような感じなんですか？まあ、西洋医学がだいぶ減っていきますけどね。考え方が変わっていくっていうことですよね。あと免疫学とか、逆に自分の体の中にある自浄作用の部分とか、だからこうやってまあ東洋学ともちょっと違うじゃないですか。新しいいろいろなものが融合した医学が生まれているって言った方がいいですかね。なるほどです。本来もともとの人間の持ってる体ってのは治すようにできてるので。自然治癒力って自然治癒力って皆さんが考えてるよりもすごい実は大きい力で、体の中でオートで治すものが実は人間の体なので、それが解明されていって、まあ皆さんが想像する以上に自分たちの体の中に起きている状態が
詳しく分かっていって、それが解明されて、あらゆる病気を体で治していきましょうっていう、その運動が起きてっていうことですね。なるほど。楽しみね。今の医学とはちょっと違うかもしれないね。こういうこと言ったら怒られるかもしれないですね。はい。はい、じゃあ次ですね。100年後には神社に参拝したりする場所などはあるのでしょうか？今で言うと、例えば古墳とかね、そういうところに行く人がいますからいるでしょう。観光とか歴史を学びたいとかね。そういう形は残ってます。現代でもそうですけど、今、墓じまいがすごく広がっていて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、インターネットの中での仏壇とかね、そういうのも、参拝とかね、できてきてますので、2100年の頃っていうのは直接行くっていうのは、今のように行かなきゃいけないじゃなくて、行きたい人が行くっていう形になってますよね。なるほど。ただその神仏がいないとかいるとかっていう論議の話ではないですね。考え方が変わっていく。別に自分たちの中にいるわけだから、自分たちがそれを象徴として拝めるものがあればいいんじゃないのっていうふうに考え方が精神的な部分が変わっていく時代かな。なるほど。では次ですね。はい。気候変動はどうなりますか？温暖化についてなど。これ皆さんあれですよ。2100年の話ですからね。はい、ある意味、フィクションみたいな感じのところで聞いてほしいんですが、温暖化ではなくて寒くなっていく方向に2100年は氷河期が逆に向かっているので、そこに対する対策がたくさん打たれているように僕には見えます。電子機器とか医療機器なんかでも急に出てきたものはみんなそうだよね。宇宙人が作ったものですよね。ただ言えることは空中都市があったりとか、地下都市がすごく発展していくしね。その間に逆に言えば、もしかするといろんな災害があって、地上のものが変わっていくところもあるかもしれないね。